はい、こんばんはいらっしゃい。コメント白にしてんの忘れてて、コメント、あの画面じゃ拾えなかった。こんばんはいらっしゃい。ありゃ、聞こえてるかな。まあ、と言っても、ちょっと雑談しようかなぐらいなんだけど。今日ちょうど、久しぶりのお休みで、買い物に行ってきて、ちょっとね、減ってきた香水を新しく買って、買い足ししようかなと思って行ったんだけど、お目当てのやつがね、やっぱなくて、結構探してるんだけど、ディボージョンっていう、D&G のディボージョンっていうのを新しくちょっと使ってみたいなと思って探してるんだけどないんだよね。ちょっと店頭にあんまりなくて、専門のその D&G の店に行かないといけないか、ネットに行かないとダメなのかなみたいな感じで思ってて。香水ね、ちょっと難しいなと思いながら見てたんだけど。うん。最近ゲームをね、いつも結構ゲームを漁ったりするんだけど、俺、あんまりゲーム漁れてなくて、こういうちょっとした出る前とかに漁ろうかなと思って、今ゲーム見てる。セールもね、日々変わるから。で、マシュマロとかにもね、こうやってほしいゲームだったり、面白いゲームってあるかなみたいな感じで、まあ、募集はしたり、いくつか来てて、気になるやつもあったけどね、配信規約とかも見ないといけないから、すぐにはできないんだけど。あー、安売りしてるんだ。レッドデッドレデプション、安売りしてるのか。もう月曜日だ。月曜日。憂鬱な月曜日ですよ。よかった。そうだよね。俺も仕事なんだよね。基本的にやっぱ月曜日からみんな仕事。この憂鬱さがね、どうしても抜けきれないと。よくなんだっけ、X とかで、なんか、なんか月曜日の被り物をしてさ、めっちゃ強力な
武器を持ちながら、なんか、挨拶してるっていう、いや、月曜日だ、みたいな。めっちゃ強力な武装したやつ、TL の見かけるんだよな。あの表現やばいよな。マジで来てほしくない、超強い月曜日みたいな。学校か。まあ、そうだよね。学校は月曜から今、金曜日土曜日まであるのか。今はどのシステムなのかわかんないけど。小中高はまあまあ大体あれだけど、大学とかはね、こう、自分の中で専攻を決めたりとか、ここの時間取るみたいな専攻が決められるので、まあ、ある程度自由は取れるけどね。なかなか小中高になるとぎっしり詰まってて、まあ、確かに憂鬱だよな。憂鬱ではある。コロナ明けだからしんどい。まあ体調不良の後はちょっとな、しんどいし、ちょっと間が空くと余計に嫌になるんだよな。勉強もそうだけど、ちょっとこう、今までやってたことから少し離れちゃうから、行った時また、ちょっと前からスタートしないと理解できない時とかあるし、面倒ではある。やっぱ長期休みとかってね、喜ぶ時とかで体調不良の長期休みが一番しんどい。全然何もできないのに長期で休んで、その後あれでしょ、こう行って、またいろいろ復習から始めなきゃみたいな。ジョジョの奇妙な冒険オールスターバトル。オラ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 ってやつか。いいのないかな。ブラックスミスマスター。ストラテジーシミュレーション管理。その辺はいいや。プラネットズーとかね、安売りしててやりたいよな。この動物園とかこう、経営して自分が好きな動物を雇い入れるみたいな。いいね。まあでも経営難しそうだよね。どの動物をこう見に来るとか。ワールドネバーランド、違うやつか。なんか最近クーラーを、なんか夜暑いからやっぱクーラーを入れたりとかすると喉がいかれて、マジで喉がいかれる。で、喉がいかれすぎて、まあ、C 社とか吸うんだけど、メンソールのタイプの C 社が喉やばくなって、今日ちょうど新しく買ったのが、チョコレートの、めっちゃチョコレートの味がする C 社買ったわ。甘々。匂いとかもそうだけど甘いのが好きなんだよな。もう俺は。チート。
性格診断ゲーム。ああ、面白そうではある。リファインドセルフか。偶発的な。なんか特殊なゲームだな。選択式アドベンチャーいいよな。選択式進んでいくアドベンチャー。前のホラーゲーム、ちょっとなんかクリック式だったから、なんか選択式のやつ買いたいなとは思ってるんだよな。こんばんはいらっしゃい。眠くなるまで、まあ皆さんもね、眠くなるまでだけど、軽く話したりとか、あとはまあ、ちょっと作業でゲームね、最近漁れてなかったので、ゲーム漁りながらね、お話できればなと。まあ本当にちょろっとだと思う。30分とかぐらいかな、軽く。おすすめしてもらったゲームの中でなんか最近流行りのものがあって、なんだっけな。都市開発、都市開発なんちゃらなんたらセンターみたいな。なんか面白そうではあるから、ちょっと興味は惹かれて、やろうかなとは思ってるんだけど、ちょっといつになるかね。なんか配信規約がいろいろ書いてあったような気がするんだよな。今はもう大丈夫なのか。何これ、レッツスクール。学校作りね。学校を作ろうとか昔なんかあったな。それの新作なのかな。新作と言っていいのかわからないけど、全然海外のところが作ってるのか。ごく普通の鹿のゲーム。面白そうではあるけど、これ何するんだ。鹿が全力で立ち上がって走ってる。一旦ウィッシュリスト入れとくか。ごめんなサバイバー。ラスティッドボス。
カンパニー。これなんだろう。ああ、これはなんか難しそうだ。なんかまったりできるゲームもいいなぁ。村ダンジョンってこと？脱出ゲーム、脱出ゲームあり。みんなで空気読み。空気読み結構有名だよね。あ、何問ぐらいあるんだろうあれ。長くなかったらやりたいんだけどな。めちゃくちゃ問題数あるのかな。3時間4時間とかって言われると逆にもう空気読んでってなるよね。空気読みのゲーム。暑っ。今日も昨日まで涼しかった。暑くなってきた。呼び捨てにされたと思ったわ、今。びっくりしちゃった。はい、こんばんは。昼だね。今日はね、もうちょっと寝る前に少しだけゲームでも漁りながら少し話そうかっていうぐらいの、チル。30分とかぐらいかな。もうちょっと近い方がいいか。もうちょい近くにするか。
そうね、あといくつかちょっとゲーム見つけたら終わろうかなと。まあ、特にね、最近雑談って言っても、さっき冒頭で話した今日買い物に行ったやつとか、それぐらいしかね、今のところ話すこともないし、まあ雑談って言ってもやっぱ、俺って仕事ばっかりだから、あんまりね、こう、ネタを作ることができないんだよ。だから結局作業雑談になっちゃうな。作業雑談になっちゃう。起きた、何夜勤とか、あれか、ちょっと疲れてて寝ちゃったみたいな。お休みの人が多いのかな、でも。日曜日とか。いいけど、俺の仕事めちゃくちゃえげつないけど。大丈夫そう？だいぶえげつないけどな。はい、こんばんはいらっしゃい。と言っても、もう少しで、ちるい時間が終わる感じだけど、よかったら、最後までゆっくりしていってね。ハードっていうか、いろいろあるって感じ。体が疲れるというよりは、マルチ的ないろんなことをしてるので、時間はでもあっという間に経つけどね、仕事してて。肉体労働ではないからさ、俺の労働は。今これっていうゲームがいくつかしかないんだよな。3つぐらいは決めてるんだけど、他に何かないかなと思って。みんなで空気読み4ダウンロードクエスト絶対絶命編。どういうこと？空気読みで絶対絶命な時にどんな空気を持てるかってこと？おもろいな。絶対絶命編はおもろいだろ、普通に。そうなんだよな。空気読み面白そうなんだけど、何問ぐらいあんのかなと思って。見たことないから、切り抜きで1、2は見たことあるんだよ。こう、肩めっちゃぶつけてるやつとか。それぐらいしか見たことなくて、何問ぐらいあんのかな。あんまりあったらね、ちょっと時間どれぐらいかかるのかなぐらい。最果て駅。いろいろあるな。オンライン協力なんだ、これ。え何これ？すげえ。いやー、空気読みね、どんななんだろうな。俺が、俺は空気でも読んでる方だと思うんだよな。外では、きちんと。社会ではね、外ではっていう言い方あれだけど、社会では空気読んでる方だと思うんだよね。だから、空気読みとかやってもちゃんとしてることが多い気がしないでもない。でも相手がね、こう悪い時とか、相手側が変な時ってやっぱどうしてもあるからな。その時は
方ないよね。やっぱ空気読んじゃいけない時ってやっぱ世の中にあると思う。空気を読んじゃいけない時が、引けない時がある。空気を読むのと、なんか引き下がるのは別だよなって俺は思うタイプなんで、そこは別かなって思ってる。なんか一個。なんかさ、一個、なんていうの、ソーシャルゲームっていうのかな、アプリゲームみたいな。あれもちょっと一個だけ始めてみようかなと思うんだけど、一番のおすすめって何なんだろうね、今。ちなみに俺無課金なんだよ。もう課金しないことを前提に。ガチャとかもただ集めてガチャする。前提で、もうすべてのソーシャルゲームにおいて何がおすすめなんだろうな、今。配信でやっていいやつだけだけど。ああ、全ゼロね。全ゼロでも、周りでやってる人あんまいないんだよな。全レスゾーンゼロってやつでしょ。全ゼロ、なんかまあ、ホヨバのゲーム、原神とかスタレとかは結構多いのは分かってて、全ゼロがこう一歩、あまり、アクション好きなら全ゼロとか、全ゼロってアクションなんだ。コマンド制とかじゃないんだ、あれ。名調ね。名調は確かになんか、聞くわ。原神みたいな感じで、あれじゃなかったっけ、こう、なんか元素的な爆発を使うみたいな、じゃなかったかな。なんか、どっちかっていうと、ビジュアルは、スタレとか名調とかそっち系がすごいなと思う。原神もなんかいいけど、ちょっと可愛い系というか、ふんわりしてる系統だよね、あれは。それみんなやってるからさ、こうなんかみんなやってるやつはまあ一旦置いといて、なんか配信者がみんなやってるっていうよりは全体的になんか見て、めっちゃこれ実は全然配信してないけどやってるよみたいなのがあればいいな。別に配信するにしてもさ、別に画面映さなくてもさ、例えば簡単に言えばモンストとかってみんなでやるのにさ、画面映す必要ないじゃん。参加型とかでやるとしたら。ソーシャルアプリって大体参加できるみたいな感じが多くない？そうでもないか。ストーリーを楽しむものでもあるのか。どうなんだろう。リスナー参加型ね。いや、やりたいとは思ってるんだけど、うちのリスナー層ってなんか、バラバラそう。そのやってるゲームとか、じゃあ参加型で何かしよっかっていう時に、なんかこう集まらなさそうじゃない？例えばリズム系の音楽ゲームとかって俺全くやらないんだけど、
俺のゲームの中で2種類あって、そもそもマジでできないというか、もう全くできないっていうのが、その音楽関係のリズムゲームなんだよね。それはもうなんか苦手とかいう以前に、ちょっとマジでできないっていうゲーム。で、なんかもう一つは、ちょっと格闘ゲーム、流行りのストリートファイター6とか。あっちはね、ちょっと足を踏み入れにくいものがあって、なんでかっていうと、憧れてるというか、好きな配信者さんがそっちの界隈にいて、なんだろう、憧れって結構遠いイメージなんだよ。ゲームにしても、その人には勝てないだろうなみたいな思いがそもそもあるから、そんな思いで、その格闘ゲームとかね、上を目指していくゲームはやるべきじゃないと思ってて、だからそっち系はあまり触らないと思う。それ以外のゲームでね、参加型できたらなぁと思ってて。でも結構やっぱ、うちのリスナーさんってやっぱシャイな、ロムしてくれてる、じっとね、見つめてくれてるような人も多いので、参加型はね、集まらないんじゃないかなと思ってて。だから今のところはやってないんだけど。参加型って言えばさ、俺の中では、一旦活動者さんは置いといて、やっぱりリスナーさんと参加型で遊びたいと思うから、参加型するなら。はい、こんばんは、いらっしゃい。なので、趣味とかゲームやってる、ものが分かってきて、これなら参加型でみんなで遊べるなとか、思ったら、やるかな。ルイは友を呼ぶ。どういうこと？俺が静かだってこと？そうだね、静かだよ、俺。俺が売りですから。もう夜にこんな静かに雑談配信してるやつは、あんまりいないよ。はい、こんばんはいらっしゃい。命のカウントダウン。怖いな。異端児。いや、そういうリスナーさんもいてもいいんじゃない？俺はいつも思うよね。なんか、人に迷惑をかけない人であれば、全然賑やかしの人がいてもいいし、俺はね、なんか誰かに迷惑をかけないっていうのが一番大事だと思ってるから、バグっていうが、俺も頭バグってるしな。俺自身が頭バグってるから、でもやっぱ外に出て社会人として生きてる以上、ルールはやっぱり守るからさ。今はね、今はルールを守るから。だからみんながこう迷惑かかってないなら全然いいんじゃないかなと俺は思うよ。それに俺の場合は注意するときはやっぱやんわりだけど注意するし、なんか分かってくれないリスナーさんじゃないと思ってるんだよね。俺に今そばにいてくれてる人はなんか全く分かりませんみたいな、いやいや言われてもそんな制御できませんみたいな人っていないと思うんだよ。
俺のリスナーさんには。制御はね、みんな。で、気持ちの制御って、まあなんかよく言うガチ恋とか、恋してるみたいな制御って、まあするものでもないし、できないとは思ってるんだけど、でももともとさ、ちょっと俺ってその配信のスタイルって目指してるものがあるよって言ってる以上は、やっぱりその気持ちに応えれない時も多いので、まあ、そこはね、なんかちゃんと一歩引いてみんな見てくれてるのかなとは思ってるから、バグってるのは平常運転じゃないですか。いや、俺ね、バグってるのが平常運転じゃない。なんかバグってると思ってないから、そもそも。だからバグってるってよく言われる。まあ、一応バグってるよね、俺はとか言ってるけど、俺自身はね、自分のことバグってるって全く感じてないから、まあちょっとね、言ってたみたいにコラボ配信とかも入れてたりとか、あとコラボばっかりにならないように、こう、ソロ配信も同じようにね、増やしたりとかしてて、やっぱり、まあ、個人で、なんだろう、めちゃくちゃリスナーと親密になりたいですみたいな、もうめちゃくちゃガチ恋距離ずっとそばでずっと囲っといてもらいたいですみたいな配信者にはなれないよね。なる意味がない。俺の中では。それだと、なんか先が見えない。目指している場所にたどり着けない気がするから、まあ、目指してるものがある以上、まあ、例えば、いや、個人だから有名な人とかと同じようなことしても仕方ないよみたいな人はほとんどだと思うんだけど、いや、そうじゃなくて、目指してる場所のスタイルはそうじゃないといけなくて、でも、それでいけないんだったら、もういけないんだろうなって、諦めがちゃんとつくじゃん。なんか己を曲げて、やりたくもないことをやって、それでたどり着けない。そこはもう違う場所なんだよね。そのたどり着けない場所に行くよりは、精一杯なんかたどり着ける努力をして、ダメだったら仕方ないみたいな感じの方が、俺は活動に意義があるんじゃないかと思ってる。周り、ぶっ飛んでる人はね、周りにいて、なんかちょっと離れたところから見てるのが一番おもろいからな。それが一番面白い。めちゃくちゃ近くにぶっ飛んでる人がいるとちょっと迷惑がかかる時がある。デイジーザ、何これ、意味わからんゲームだな。60%オフ。意味わからんゲーム好きなんだよな。マジで。なんか、説明する気ないだろっていう動画をつけてるゲームとかあるよね。俺そういうのめっちゃ好きなんだけど。いやいや、これもうゲームの内容を見せる気ないだろみたいな。ね、おもろいよね、マジで。てかこの、なんていうの、そこからはこうゲームの情報がほとんど入ってこなくて引かれて、つい買っちゃってやったら本当に説明もなくて意味わからんっていうゲームもやっぱ中にはあるから、マジでトラップ。でもやってみると味があるみたいな。何これ、あ、2が出たんだ。ストリーマーライフシミュレーター。これね、1俺持ってて、YouTube とかその動画配信の配信者になって、頑張るみたいなシミュレーターゲームなんだけど、人生シミュレーターとか、没入型シミュレーター。
これの1は持ってるんだけど、2出てたんだね。出たんだね。そんなに新しく、古くない。最近だ。赤い女。なんかホラーか。あ、でもこれなんか追われそうだな。追われるゲームそんなに得意じゃないんだよな。ブロック式か。なんかそんなこんなしてたら50分ぐらい、45分ぐらい経ってるか。追われるより追いたいからですが、狂気や。それただのサイコパスや。いや違うよ。サイコパスかどうかは別として、なんか追われるゲームって、理不尽に追われることがあるゲームってわかる？なんか自分が考えて、ちゃんと行動して、ここからここは絶対に追いつかれないじゃんみたいな考え方で論理的に移動してる人って、こんばんはいらっしゃい。眠れなくて来ました。なんか蚊がいて結構なんかプンプンしてたね。蚊がいるからプンプンしてなかったっけ確か。で、なんか論理的に逃げてるのに敵がワープしてきて、いやそこに絶対いなかっただろう的な追われるゲームってあるじゃん。結構苦手で、ちょっとイラッとしちゃうんだよね。いやいや、ちゃんと考えて移動してるんだけど、そうはならんやろみたいな感じで追われるゲーム、理不尽にパッとワープしてきて、いやいやそこにいるみたいな、そういうのがねちょっと苦手なんだよ。そうそうそう。それってやっぱゲームシステム上仕方ないというか、あれなんだけど、結構突然パッとそこに出てきて追われるみたいなゲームが苦手。考えたことを粉砕してこられるのがあまり得意じゃない。建築家だからかな、性格のやつが結構苦手なんだよね。だからって別にやらないわけじゃないんだけど、なんかうまくクリアできないかも。人逆のアパルス。アパスル。精神的恐怖、パズル、物語性体験、ポイントクリック。いいね。これ、なんか気になるな。見てみるか。追いたいハイメ君に巨大ザメになって人を食べる。マンイーター。なんか見たことあるな。広告みたいなやつ。あれが自分がサメになって狩りに来るハンターを食べるみたいなやつじゃなかった？なんかあれおもろそうだよな。でもなんか、酔うって聞いた。なんか 3D 酔いみたいなのするんだよね、確か。どれぐらいなんだろう。なんかそれによっては、めっちゃ酔うんだったら、一回ちょっと配信する前にやるんだったら試さないと。すぐ気持ち悪くなって30分ぐらいでとかってなると、あれだな。そう、マジでふざけんなってなるよね。大パン、俺な、やっぱゲームでそんな大パンとかはしないからな。ほっとふざけんなっていう一言が出るだけかもしれない。襲われてるんだけど、何このゲーム。恐怖の監禁ハウス。過去の記憶にとらわれた仲間たちが情け容赦のない殺人鬼に狙われるサバイバルホラーパズルゲーム。前に進むか、殺されるかはあなた次第。面白そうだけど、これ追われるのか。めちゃくちゃ面白そうだけどな、内容。
ああ、びっくり系ね。ジャンプスケアだっけ、こう、脅かし要素みたいな。あれは結構ね、あれ結構だよね。あ、出るよね。深夜帯はよく出るね。脳死してるから、あんな時間に、あんなことされたらやっぱ出るよね。面白そうだけど、なんかちょっとあれだな。追われるのか。追われ要素がなければな。ドンキーコングが叩いてるのめっちゃ叩いてるけど、あれ、大丈夫？地面のバナナ出すためにめっちゃ地面叩けるしな、ドンキーコング。いや、あれね、あの、あの姿だったでしょ。めちゃくちゃ可愛いなんか絵柄のピクセル調みたいな。これね、2時間ぐらいで終わると思ってたんだよ。自分の中で。そんなに長くもないものだと思ってたから、ダウンロードクエストとか結構あのゲームってあって、初っ端のダウンロードクエストがないゲームはすごく短いんじゃないかと思ってて。そう、だから、2時間ぐらいで終わるから、だいたい、2時半、3時ぐらいに終わるかなと思ってて。昨日のっていうか、深夜の謎解きゲームをちょっとだけやろうと思ってやった時があって。白い、サムネイルが白い人型がぴょん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 してるやつ。あれなんだけど、あれがね、ちょっと意外に難しくて、あんまり、そんなになんか、深夜帯で脳死してたから、時間かかっちゃったな、みたいな話。樽を投げてディディコングを召喚してやるってもう、あれじゃん。召喚してるから協力プレイになってるよ。協力プレイになってるじゃん。それ。ホラゲ別にホラゲはいいよ。俺別にホラゲが好きなわけじゃないから、ホラゲはいらないかな、別に。たまにするぐらいでいい。はい、こんばんはいらっしゃい。それだったら、なんだろう。その言ってたソーシャルゲームで、人口は多いけど、こう、配信ではあんまりみんな見ないな、みたいな。なんかちょっと珍しめな、ソーシャルゲームとか、一個だけ、いくつも手を出しちゃうとね、なんか中途半端になりそうだし、一個だけでもなんかないかなと思って探したりとかしてる。RPG のね、ゲームはね、次やるものはもう決まってるんで、それはいいんだけど、またそれもね、長く1ヶ月ぐらいを通してクリアしていこうかなと思ってるゲームなので、こういうなんか深夜の隙間とかに、リスナーさんとか、あと、本当にこうやって空き時間に作業でこう、ソシャゲやりながら雑談するみたいなものが1個欲しいなと思ってて、8番出口な。俺驚かない。驚くよ。びっくりすることって結構あるけどね。昨日の帰り道とか、なんか、いきなり出てきた不機嫌な顔とか、結構、出るって思ってたけど、不機嫌だなと思ってたけど、8番出口とか、あれね、間違い探しでしょ。普通の、なんか間違い探しじゃないあれ。思ってたんだけど、なんか前にやってほしいゲームとかおすすめのゲームみたいなんで、一番出口が出た時に説明書みたいなのだけ見に行ったんだけど、Steam の間違い探しだよね、あれ。俺おじいちゃんだから間違い探せないかもしれないよ。
昨日の配信を見ようと思って、一人で悲しんでた。あれ怖すぎるので見てよ。あれ怖いのかな。昨日の配信を見ようと思ったら終わってて一人で悲しんでた。おもろいな。ホラー要素は薄いが、そうそう、ホラーではないよね。確か映画化するんだっけ ?8 番出口って。俺の場合、間違い探しが、できないかもしれないから、8番出口の中にいるおじいちゃんと一生過ごすことになるけど大丈夫そう？最悪俺、おじいちゃんになってるけど大丈夫そう？おじさんに。俺おじさんになってるけど。あそこで俺おじさんになってるよ。多分。一緒に歩いてる。で。間違い探しの方の間違いの方になってる俺。やっぱ間違い探しいいな。間違い探しって言うと、菅田将暉さんの歌しか先に出てくる。間違い探し。最高の歌だよな。チラズアートね、どうなんだろう。全然やってないからあんまりわかんないけど、いいのかなあれ。なんか、ノリでみんなと一緒に、なんだっけ、呪われたデジカメあれは買ったんだけど、まだ全然何も触ってない。なんか、配信バンされた人を見て、なんかチラズアートさんの、なんだっけ、呪われたデジカメ、バンされた人のことを見て、バンされるんだと思って、センシティブなナチュラルでバンされてて、何かそういうのがあるのかなと思ってやってないんだよ。映画は怖いんだ。ちゃんと。いや、もうおじいちゃんだからね、俺は。もうおじいちゃんですよ。おじさんとルームシェアしよう、本当に。俺、あそこ、通路が俺の家になっちゃう。近畿霊夢曲。反撃できるってやつかな、確か。ホラーで反撃できる。あれはありやね。反撃できるし、普通に。コラボをしてみんなでワイワイスマブラしてほしい。いやー、スマブラを持ってる人、しかもスイッチでしょ、あれ確か。スイッチを持ってて、スマブラ持ってて、かつキャプボを持ってる人を探すってなると結構、人選がね、持ってない人ってやっぱ買わせちゃうから、結構高いし、なかなか難しいんだよね。ハードルが高い。俺もスマブラ別に持ってないしね。なんか人を、俺めちゃくちゃ、なんていうの、コミュニケーション力のお化けじゃないからね。そんなに多くないのよ。こういう関係も。まだ活動者10人ちょっとぐらいかな。ある程度関わったのは。結構ハードル高いんだよな。持ってないものを集めるってハードル高い。なんかめちゃくちゃ無難なゲーム。例えば今だと、ファズモフォビアとか、超有名なゲームだったり、あと、もう、なんかサムネ出してる人もいるからあれなんだけど、来週俺がお声掛けさせていただいた水曜日にコラボがあるんだけど、それは超今有名なレポ。そうそう、レポね。レポは水曜日にコラボするんだよね。それは俺からお声掛けをさせていただいて、前にコラボした方と、その方の仲のいい人と、で、最近少し、話したこともないけどまだ、最近見かけて、なんかやってるゲームが、俺の好きなゲームだなって思った人がいて、それだったら、お声掛けして一緒にレポとかできるかなと思って、そう、それで声かけさせていただいたんで、水曜日は俺が、主催というか、主催のコラボが1件あって、それ以外はね、お誘いいただいたりとかしてるだけなんだけど。
そうだね。なんか、スイッチはみんなよく持ってるイメージ。ただ、そのキャブ棒を持ってる人がいるかどうかだよね。あ、こんばんはいらっしゃい。はい、こんばんはいらっしゃい。いや、レポもあれ難しいからな。なんか、俺しかもコントローラー壊れてるから、なかなか難しいんだよな。みんなキーマウだろうけど、俺はコントローラーだからな。なかなか難しいのは難しいんだけど、まあ、ちょっと楽しみにしてもらえてたら、まあ、レポはね、楽しいから、やってて楽しいから、みんなわちゃわちゃするんじゃないかな。わちゃわちゃできるメンバーじゃないかな、多分。そう、本当にパッとね、本当にパッと買わないとなって、コントローラーマジで欲しいものリスト入れるか各色虹色みたいな感じで、高いんだよ、コントローラーって。もう思ったより高いからさ、もう絶対欲しいものなんか入れられないぐらい、とか言いながら、いろんな食料はもらってたけどね。こんばんはいらっしゃい。レポは、あれレポは28日なんだよ。で、お誘いいただいてるコラボが6月2日にあって、まあ、それ以降はね、ちょっと Twitter、まあ、X でつぶやいたように、まあ、配信頻度は少し減るかなっていう感じだけど、まあまあまあ仕方ない。謎解きはゼルダしか出てこない。ゼルダね、俺、なんか意外かもしれないけど、ゼルダの伝説っていうのに触れたことがないんだよ。マジで触れたことがない。触れる機会もなかったし、スマブラでもゼルダのリンクを使ってない。レインボーに光ることはもうゲーミングコントローラーじゃん、それ。いや、感度がね、変わっちゃうからね、Apex とかの感度変わっちゃうからね、もうコントローラーはね、一択なんだよね、プレステ4。プレステ4のコントローラー一択なんだよ、俺は。そうなんだよね。なんか、めっちゃ人気じゃない？なんか、ブレスオブファイヤーかな、なんか、わかんないけど、なんか人気なゼルダもいろいろあって、全くやってない。だから、リンクっていうのが主人公っていうのは知ってるのよ。スマブラで出てくるから、その言ってたみたいに。剣振ってブーメラン投げてみたいな。あと弓矢打ってみたいな。謎解きあるし、冒険あるしで話もいいのでどうかなって。なってっていうのは俺、リンクになるってこと？リンクになるってことかな？ブレスオブザワイルズ。あ、そういうそうかな、多分、なんか人気があるみたいな感じで言ってたから。プレステでされて、違う、コントローラーだけ、パッドだけプレイステーション4のコントローラーで PC でやってるみたいな感じかな。ネス使いならマザープレイはされたことないんですが、マザーって何ですかね？ゲームかな？ネスが出るゲームがマザーっていうのかな？やったことないね。やったことないっていうか、多分、聞いたこともないかも。マザー。マザーって読むんだよね。聞いたこともないかもしれない。俺、ネスはネスだと思ってるから。スマブラのキャラだと思ってるからさ。ネスが主人公なんだ。PK ファイヤーとか言ってる。そんなゲームがあるんだね。まあ、どこかからのゲームのあれか。ゲームの主人公たちが集められたのがスマブラって感じだもんな。そりゃそうか。そうだよね。実際。ゼルダの伝説は CM でしか見たことなくて、リンクがゼルダと思ってたから、違うと知ったとき衝撃。いや、俺もそうだね。なんかゼルダの伝説って俺、ゼルダって誰って思ってるもん、今も。俺はリンクしか知らないから、ゼルダって誰だろうって思ってる。今も思ってる、しかも。
知らないから全く。あ、音楽もか。雰囲気がいいのかなそれ。結構奥深いか。ああ、見てみるか、今度。物語性のいいゲームは確かにいいよな。長いゲームはちょっと、なんだけど。ゼルダのトワイライトプリンセス、なお Wii。Wii はね、持ってはいるけどな。Wii 配信しようって今ならないな。俺。へえ、ストーリーで泣くんだ。泣けるストーリーなんだね。俺なんか、今までのすべてのゲームをやってきたのにおいて泣いたことが今までなくて、泣くことができるゲームがあるんだな。何これ。うわ、超雰囲気。ダークなファンタジー雰囲気だけど。あ、でもこれ配信しちゃいけないレベルか。え、これ日本語あるじゃん。やりた。あ、戦闘システムなんだこれ。戦闘があるんだね。グラナドでも泣かないのですか？泣かないよね。泣かないね。泣かないよ。しかも俺がグラナドで一番好きなストーリーはもう一つの世界っていうやつの坂上智代の、俺あの中で坂上智代が一番好きなんで、坂上智代一択みたいな人間なんでね。まあ、他のストーリーもいいけどね。ストーリーもいいんだけど、俺の中では坂上智代ストーリーが一番刺さるキャラクターかな。プレステ4はある。プレステ4はあって、プレステ5がない。5がないんだよね、俺。古いゲーム機ばっかり集めてて、新機のゲームがあんまないんで。アンダーテール。アンダーテールってあれか。なんだっけ。誰も殺さなくても済む平和なゲームみたいな。あれそうじゃなかった？なんかそういう売りじゃなかったっけ？誰も倒さなくてもいいみたいな。人食いの大鷲というか。あー、なんか言うね。なんか大きいワシがいるやつね。なんか。あれでもやってないな。なんかでっかいやつがいて、みたいな。ペルソナはどうですか？ペルソナはやります。サムネイルをもうお願いしているので、7月かな？ 7 月か8月ぐらいにペルソナシリーズを進めていこうかなと思ってます。それまでに俺がやろうとしてるゲームもクリアしたいと思ってるので、6月か7月中旬までには RPG のゲーム一つやろうと思ってます。4ですか ?5 ですか？残念。3です。3のリローデッドって言われる新しくなんか出たやつですね。3をやろうかなと思ってます。まあ全然4も5もなんか面白いっていう話だから全然やってもいいんだけど、とりあえず3からかなと思って、3、4、5ってやっていった方がいいかなって。3がね、ちょうど、まあプレステ2もあるので、旧式やってもいいんだけど、リロードが出ている。ありがとうございます。ありがとうございますっていうのはちょっとわかんないけど。なんかリロードっていうのが出てて新しくなってるっていうので、やりたいなと思ってますね。うん。プレステ2ね、配信してもいいなと思ってるんだけど、まあ、それだったら今新しく出て画質のいい方のペルソナ3をやりたいなと。でもね、正直に言っとくと、もう先に言っとく、このみんなリスナーとか俺のゲームを見てくれる人には言っとくんだけど、俺のペルソナってゲームめっちゃレベリングしたいですとか強くしたいですっていう人から見るとめちゃくちゃイライラするから、
そういう人は見ない方がいいかも。あの、例えばあれ、なんか、コミュニティ性じゃない？ちらっと俺知ってるんだけど、コミュニティ性で、コミュニケーションをとっていって、なんか、アルカナのレベルを上げていくみたいなゲームだよね。あれ、俺、そのゲームを攻略するためにしないから、学生生活を楽しみたいんだよね、俺は。あのゲームの中で自分が学生生活をちゃんと楽しむためのもので、だから多分、友達とか好きな人に対するアプローチが多くなって、結果的にめちゃくちゃ偏りのある、多分コミュニケーションマックスになってもその人を誘うみたいな、そういう世界線になると俺は思ってて、自分の中で。マジで、なんか、こいつこんなゲームの楽しみ方なんだという風に見えちゃうんで、だから、それが許容できてほしい。いや、こいつこんな楽しみ方するんだな、みたいな。ペルソナ俺3も多分4も5もやるとしても全部そういうプレイだから。そこだけね。その代わりクリアは頑張るよ。クリアはする。まず間違いなくクリアできるようには頑張るけど。俺のなんか学園生活を楽しんでほしい。俺の学園生活を楽しんでほしい。アイメケイが、例えばその主人公になって、誰と関わっていくのか、誰と関わりたいと思うのかみたいな。それを楽しんでほしいかな。そういうゲームは。あ、そう。そうだよ。なんか好みが、まあ好み、今見られてもちょっと困るんだけど、まあ、ちょっと趣味がね、バレちゃうかな。効率なんて度外視だよね。効率、効率を重視するならもう裏でいい。裏でいいかなって。なんかさ、あれなんか攻略を見ながらやる人とかも結構いるんだけど、まあ、それだったら別に、裏でさ、きっちりやっといて、まあ、強い姿を見せればいいけど、俺はそうじゃなくて、まあ、ゲームどんな楽しみ方があるよみたいな、こんなゲームだよみたいなのを見てもらいたいからさ。そう、楽しみ方なんてね、人それぞれですよ。自由ですよ。本当に。本当にね。ぜひぜひ。まあね、7月末か8月ぐらいにかけてかなと思います、ペルソナは。ちょっとそれまでね、お願いしてるお写真の方が結構忙しそうなので、まあね、少し時間が必要かなと。法律はね、全く考えないんで、任せてほしい。そのあたりは任せてほしい。法律など全く考えずに学園を謳歌するという点は、クラナドの友よ好きなら割とさせます。いや、どうかな。友よは友よで、なんか、坂上友よは坂上友よって感じだからな。なんか、区分がつけづらい、あれは。ペルソナか、新女神転生しか。ああ、俺、新女神転生もしてないんだよね。したことない。あれ面白いのかな？なんか、あれは学園生活がないんだよね。多分。学園生活がないバージョンみたいな感じじゃなかった？俺、それだからちょっと、一歩なんか踏み込めずに、とりあえずペルソナからにしようかなと思ってるんだけど。がなかったような気がするんだよな。学園生活が。あ、そうなんだよね。アトラスのゲームって確かエンディングまではきちんとこう、放送しちゃダメみたいなのが、確かあったような。規約がね、結構厳しいので、まあ、そこはね、ちょっと、ちゃんと、最終のエンディングまではしないとか、いろいろ見ながらやらないとね。でも確か4、5は、5はもう OK が出てたんじゃなかったかな。
3のリローデッドはどうなんだろう。全然なんかリメイクでね、あれ、リメイクだからダメとかあるのかな。学園生活ならドキブ、ドキドキ、ドキドキ文芸部ってやつですか。あれ、ちょっとよくわかってないから、なんかよくわかってない。あれがどういうゲームなのかもわかってないからな、実際。好みわかるならアトラスのキャサリンとか見てえな。残念だ。キャサリンは俺はもうクリアしている。クリアしてしまっている。しかも3人バージョンの方の新しいキャサリンをクリアしてしまっている。いや、残念。俺の好みが見れなかったな。ドラッグオンドラグーンとか見てみたいですね。言ってたね、なんか確か。プレイステーション2で出てるなら、まあ、おいおい、できるならやりたいね。そうだよね。なんかペルソナみたいに学園生活楽しむって感じより、女神転生はちょっとシリアスな感じだよね。確か。そうだよね。ダークな話だよね。みんなフルボディ知ってるやん。そうです。フルボディはね、謎解き系だったので、あれは、こう、ね、おもろいよね。ブロックで登っていくの。あれは好きですぐやりました。すぐ買ってすぐやって、最初はすぐ、まあもう多分配信ではやらないので、誰を選んだかというか、最初に誰を求めたかというと、キャサリンですね。金髪の方ですね。女の子の悪魔の方ですね。で、魔王になりましたね。俺は魔王を継ぎましたね。はい。配信ではね、やることがないので、みんな楽しんでほしいな。あれもしやるんだったら、いろんなルートがあるので、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。俺は魔王です。すぐクリアしたね。あれはもう発売当初にすぐやって、面白いなと思って、フルボディが出てからすぐにフルボディ買って、やりましたね。いや、本能に忠実っていうかさ、ごめん、なんか、これなんか炎上するかもしれないけど、あの3択だったら俺1択しかないと思ってるんだよね、自分の中では。なんか、彼女さんは一緒にいて疲れそう。俺だったらちょっと疲れちゃうかな。まあね、知ってる方も知らない方もぜひ、キャサリンというね、謎解きゲームがありますので、よかったらプレイして、人の欲望とはどういうものなのかというね、選択肢を選べるゲームなので、ぜひぜひ自分がどっちの、どっちのね、こう、部類に分かれるのか、自分って欲望に忠実なのかな、それとも、自分を律せるのかな、みたいな、見ながらできるゲームなので、よかったらおすすめです。はい。この話してたら30分って言ってたけど、もう1時間ぐらい経ってるけどね。まあいいでしょう、全然。どうせ寝るまでは暇なので、ゲームを見ながらゲームの話をしていきますよ。では、見透かすな、俺を。でもそうなんだよな。実際ゲーム配信とかってさ、選択肢が多いゲームであればあるほど、その人のこう内面というか、何を選ぶか、どういう思考回路を持ってるのかとか、結構分かっちゃうんだよね。ドーナツの穴とかプレイさせていただいたけど、以前の配信で。あれも結構分かりやすいと思うんだよね。どう考えるか、人が。かなり論理的思考で、なんか知識をもとに考えるタイプなのか、いや、フィーリングでこれはこうじゃないって考えるのか、結構そういうところも、哲学をそもそもなんか否定するのか、哲学はやっぱ大事だよねって考えるのか、あれもだいぶ変わると思うんだよね。あれはいいゲームだったなって本当に思う。すごい面白かった。俺はちょっと硬い人間なので、知識をもとにあまり哲学を
哲学をなんかこう良しとしてないタイプなので、いやいやもうこう哲学的に考えるんだったらまずは行動で、行動のためにどうすればいいか考えるみたいなタイプなので。ミステリアスかな。俺結構わかりやすいタイプだと思う。好き嫌いも結構激しいしね。ミステリアスなのかな。結構わかりやすいタイプだと思う。好き嫌いも結構ね、わかりやすいタイプだと思う。なんか嫌いな時はもうイヤイヤしてるし、好きな時はマジで前のめりにやってると思う。ホラーゲームめちゃくちゃおすすめしてくれない。最近あれか。もう夏が近いからセールが来てるのか。ミステリアスって、前回のご飯配信で化けの皮剥がれかけてますけど、化けの皮が剥がれたとも思ってないけど、あれ俺だしね。もともと初配信でカスとかクズの役番だっていうのは伝えてたはずだけど、俺。どういうこと人間性として真逆やなと思いながら配信を見てますって。どういうこと誰とそのゴクさんと俺が真逆だってことどういうこと俺と逆ってこと？そう、初配信でね、俺ちゃんと伝えてて、で、なんか、ヤニカスとか、昔ね、ヤニカスで、パチカス、スロカス、酒カスって結構カスだったんだけど、この俺のカスの定義ってみんなと違うと思ってて、めちゃくちゃタバコ吸う人とか、めちゃくちゃ酒飲む人とか、めちゃくちゃパチンコ行く人とかのことを俺、カスだと思ってなくて、もうパチカスとかヤニカスとか思ってないんだよね。俺が言うカスっていうのは、常識から外れてしまう人間のことを言ってて、タバコのために常軌を逸した行動をとったり、お酒のためにちょっと常軌を逸した行動をとったり、そのパチンコ行きたいとかスロットしたいという感情を抑えきれずに、例えば常軌を逸した行動をとってしまうやつのことを俺はそういうなんかヤニカス、パチカスとかだと思ってるんだよ。簡単にね言えば、常識から外れるっていうのが簡単で言えば、例えば、いや、今じゃないよ。俺今まともな人間だって言ってるからね。今じゃないけど、昔は、例えばパチンコ打ちたいなとか、スロット打ちたいなと思って、仕事を、簡単に言えば仕事行かない人とかってもいるわけじゃない？そんなんじゃなかったよ。俺はそんなんじゃなかったけど、そういう人もいるじゃん。今日はやっぱ打ちたくなって仕事をもう仮病で休んでとか、これ常識から外れてるよね。そういうそこまで言った人のことを俺はそのカスとかだと思ってて、俺はちょっとベクトル違うけどね。そういうのを俺はだからカスだと思って、別に大量に酒を飲んでるそういうタイプではないんだよね。俺はね、そういうのがこうクズだとカスだと思ってるから、
俺はそういうタイプの人間でしたよ。だよじゃないよ。今は普通ですよと。きちんと生きてますよということですね。はい。まともな人間はまともとは言いません。どうだろう。でもみんなから見て今俺まともだよね。今の俺はまともだよね。淡々と冷静に対応できないのですごくうるさいですし、一人で騒ぎ散らかしてます。ああ、そうかもね。それはそうかも。俺そういうのはないかもしれない。なんか一人でこう、あって、わーってなっちゃうことってないので、うん。逆に言ったら、前に言ったみたいに、ちょっと羨ましいというか、何かに対してこう動揺したり、感情を揺れ動く人って俺、結構、なんて言うんだろう。まあ、言い方あれだけど、惹かれるというか、何かに対して感情が揺れ動いて、例えば人のことを好きになれる人とか、やっぱ喜べる人とか、俺、そういう感情があまり薄いというか、薄いので、うん。めちゃくちゃ、そういうのは好きで憧れるかな。ほら、まともです。大体の人まともって言ってくれてるからな。もうまともだな。うん、まともだわ。今の俺はまともです。はい。まあ、実際そうだと思うよ。今の俺がまともなのは、ルールに縛られてるから。社会というルールにね、会社とかもあってルールに縛られてるので、まともでなければいけない。まあ、その代わりこの活動とかでね、楽しませていただいているので、まともであれると。あ、そうだね。結局のところなんか自分にないものをねだっちゃうからね。常に常にって何いきなり常に常にまともだと思ってくれてるってことかな。こんばんはいらっしゃい。子守歌代わりに配信見させてもらいます。えーっと、これは紹介してもいいのかな。紹介してもいいか。最近少し、お話しさせていただいた、X でね、お話しさせていただいた活動者さんですね。Twitch で最近ゲーム配信をしてらっしゃいます。もやしさんですね。惹かれるからこそ気になるってこと。あ、そうだね。本当に気になるよね。なんかだから俺の周りって結構感情の起伏が激しい人だったり、なんかズケズケものを言う人が多いんだけど、それって俺がただそれに憧れて、周りをね、ちょっとこう集めてしまうというか、なんか結構ね、俺とは違うタイプの人を周りに集めてしまう。憧れがあるのかなっていうのもある。人間コレクション。してるな。でも結構してる。だからね、変な言い方なんだけど、ライクしかないんだよ。俺には。俺の周りでなんか、楽しそうに笑ってる人とか見るといいなと思うし、でもそういう人に対して感情がライクしかなくて、男女ね、共に、それ以外の感情がね、浮かばないんだよね。嫌い好きとかっていうことじゃなくて、好きのベクトルがもうライクしかないの。あの、なんだろう、ゲームのキャラクター好きだなとか、それと一緒なんだよね。本当に、このキャラクター好きだなとか、このゲーム好きだなっていう感情しか、周りの人間にも思うことがないんだよ。好きのベクトルは。いいことなのかちょっとわかんないけど。ご飯配信の時ね、普通になんか面白いと自分の中では笑えるエピソードだったけど、
逆に自分は、俺みたいなタイプが多いんだ。なんか、大丈夫？こう、シーンとしてない？みんな。このシーンとした感じがみんな集まると、マジでなんか空気重くなることがあるから、ちょっとあれだよね。盛り上げ役が結構大変な感じ。俺はいつも思うもん。俺とこう配信コラボとかしてて、盛り上げようとしてくれる人がいるんだけど、別に俺もなんか楽しんでないわけじゃないんだよね。感情に出てないだけで。大変だなって思う。一言だけど、俺は楽しませる係じゃないので、一言だけどね。ライク以上ラブ未満。いや、そうだじゃないな。もうライクのみだな。ライク以上ってないから俺。ライクのみみたいな。自分逆にワーワーしてますね。冒険者。冒険者。でも大変だと思う。俺と関わる人とかって結構大変だなっていつも思いながら見てるよね。実際は。なんかね、だからリスナーさんもこうやってね、俺がこうやってただ、ゲームあるかなとか、ちょっと時間あるし、眠たくないから喋りたいなとか思って、こうやって来てくれるだけで俺はありがたいと思ってるから、ぜひ変わらずね、来てくれると嬉しいけど。やっぱ雑談でね、少しコメントでこうやって話すのと、ゲームであまりコメントが拾われないのとでは全然違うんだろうなと、一応思ってはいるんだけど、そこは気にしなくていいよ。こう雑談に来たいなと思う人はもう雑談に来てもらっていいし、そこはもう好きに楽しんでほしい。顔の絵男。いや、どうする？てか俺1周年記念の新衣装も考えてあるんだけど、マジでね、マジで楽しみにしといてほしい。これが、俺の考えが実現するかはわかんないけど、コスト高すぎて無理かもしれないけど、もう、押しててよかったかも、みたいな感じに絶対なる。なると思っていい、マジで。新衣装はね、一応考えてる。もう、てか、早めに考えとかないとね、ママさんとか結構忙しそうで、絶対予約とか取れないし。おもろい。それバグってる人が多いってことかな。おもろいっていうのは。論理的な考えや知識の深さにすげえなって感じ。いや、マジでそういうのでね、なんか、周りを、すごいなって思えるのって才能だから、いいと思う。マジで。静かでも苦痛じゃない。それはいいね。こうなんか、黙ってても一緒にいられて、たまにこうやってちょっと喋るみたいなのが、OK な関係って、一番いい関係だと俺思ってる。なんかその雰囲気や空間がもう OK が出てるっていう感じで、いいよね。俺もそう思う。俺だってこう作業配信でほとんど喋らずに、たまにちょろちょろって話して、こうやって。で、またゲームとか見てて、みたいな。こういう雰囲気めっちゃ好きだからね、俺は。ライブ、そう、書いてもらうコストもすごいんだよ。で、俺って結構知識そんなにないから、俺が思うことが、相手側がそれできるよみたいな、大丈夫だよってなるかどうかもね、難しいところだから。勝手にまだ俺思ってるだけだからさ。でもね、マジで、俺の構想は、ちょっとなんか見てほしいな。1周年、俺がきちんとみんなとね、一緒に目標に向かって歩いていけてたら、1周年はマジですごい祝い事になりそう。祝いをしてほしい。その前に誕生日記念があるんですけどね。皆さんの誕生日プレゼントをお待ちしております。誕生日ね。はい。
俺は誕生日2月なので。2月ですよ。皆さん、覚えておいてくださいね。うん。人生で一番最初に友達になった自慢の親友です。おー、いいね。親友と呼べる人がいるだけでいいよね。ゆっくりした雰囲気の配信は好きだけど、自分がやるとなると不安になるから実行できるの話がうまいんだと思う。いや、話がね、うまいとかは、どうだろう、ないかもしれないね。まず、前提にあるのが、こう、やっぱり、どうしても、2種類で、この雑談配信とかゆったりした配信ができる人って、一つはやっぱリスナーに恵まれてるっていうことで、こうコメントをしてくれるから、こう話ができるっていうのが一点じゃない？で、もう一点は、静寂とか何にもコメントもなくて、ただゲームをこうやって見てるだけでも、配信流してて、不安にならない、俺みたいに。そういうなんか、精神が必要なんじゃないかな。別に、例えばコメントゼロでもこうやってゲームを見てて、たまにゲームのことで、このゲームいいなみたいなことをつぶやきながら、そんな配信でも別にいいと思って配信できるかどうかじゃないかな。俺はそれ別になんか、例えばみんなが忙しくて全く来れない時に30分だけ配信して一人でこうなんかつぶやいててっていうのは別にありかなとは思ってて。30分とかだったらね。で、人がまあ来たらこうやって長くなるけど、そういう感じじゃないかな。自分のスキルよりもやっぱり環境とか、スキルっていうより考え方とかが大事なんじゃないかなって思うけど。近いかな？近いってどういう？ 2 月近いかな？コメントしてくれる人はね、すごく、この雑談とかね、逆に、俺もそのロム勢も、俺ってこうちゃんと見てるから、人がいてくれてるっていうのを知ってるんだよ、ロム勢で。同説とかちゃんと YouTube でちゃんと回ってるか見てるから、くるくるしてないかとか見てるから、同説とか見てて、例えばコメントが全くなくても、ロムして見てくれてる人がいるっていうだけで、普通に自分で勝手に一人で喋れるしね、見て聞いてくれてる人はいるんだなって思えるから、コメントもだし、ロムしてる人もだし、どっちもやっぱ来てくれてるっていうのがもう大きいよね。それが一番やっぱ会話回しやすいというか、喋りやすい。そうだね、本当に10年、長いな。すごい仲いいな。10年って。そういうこと？自分も2月だからってこと？いいね。2月か。それはあれか。俺にも覚えとけっていう、あれか。はいはいはい。そういうことね。俺は、誕生日、バレンタインだからみんな覚えやすいと思うし、マジで頼むからチョコレートだけはやめてくれ。本当に。誕生日プレゼント、チョコレートだけはやめてほしい。チョコめちゃくちゃ好きだけど、ずらしてほしい。バレンタインデーと。やっぱりね、あるあるだからね。記念日と、バレンタインデーとかホワイトデーとか、記念日と、さすがに誕生日が同じ人って、昔嫌な思い出がたくさんある人多いからね。悲しくなっちゃうよね。誕生日プレゼントと、バレンタイン一緒でいいよねってね、一つになるっていうのがやっぱ多いので、これ、ほら、調査、時間管理、FPS サバイバル、時間管理ってなんだ？
ジャンプスケアって書くなよ。もう脅かしますって書いてるようなもんだろ。欲しいものリスト大量にお菓子入れといてもろて。お菓子なんだ。やっぱお菓子なんだね、俺の誕生日プレゼントは。クリスマスと一緒の人とか特にそうだよね。マジで。多分、イブとかクリスマスとか同じ誕生日だと辛い思いをしてる人絶対いる。ドバイチョコ。用意してくれてもいいけど、それバレンタインに渡してね。誕生日とは別で渡してね。土星の輪、すごいゲームだな。サマロストって2とかあるんだ。俺3しか持ってないや。1、2からの方がやった方がいいのかな。そりゃそうか。3ってなったら1、2あるか。母の日とよく被るのに。でも母の日って、あれじゃない？なんかお祝い事っていうより、ありがとうっていう気持ちとカーネーションを渡すだけだから、なんか、プレゼントっていうプレゼントと被る感じしないけどな。どうなんだろう。俺も結構ちょっと小さな、俺の場合枯れないように造花なんだけど、造花のちょっと花束みたいなのを母親に渡すんだけど、そのプレゼントってあんま渡さないな。なんか、プレゼントを渡す日なのかな、母の。イメージがあまりちょっと湧いてないわ。よかった、平凡な日で。平凡な日で。平凡な日って言ってもそれは誕生日だからな。平凡じゃないから。その人にとって生まれた大切な日だから。Don't know twice. ああ、東京ね。はいはい。グリモアオートチェス。でも、138円とかになってる。いや、どうなんだろう。おもろいのかな実際。93% オフとかって言われると、大丈夫なゲームなのかちょっと心配にはなるよね。93%。これ、僕の夏休み、違うな、なんか。僕の夏休みじゃなくないこれ。僕の秘密の夏休み。ちょっと違う系統だった。間違った系統だった。そういえば、ハイメさんはご友人に第一印象とか聞いたこととかってあるのですか？俺って第一印象どうだったみたいなことを質問したことがあるってこと？いや、ないあんまないのかも。ないかな。いや、これも良くないことだとは思うんだけど、俺、他人からどう思われてるか興味ないんだよね。実際。なんか、俺自身がこう気を使って話してるんだよ。俺大体の人に気を使って話してて、言葉も選んで話してるから、それでも嫌われてしまった場合はもう仕方ないと思ってて、だから相手からどう思われてるか興味ないんだよね。俺は最大限気を使ってるので、
まあ、それでちょっと嫌だなとか、話しにくいな、怖いなとかって思われちゃうと、まあ、それも仕方ないと思ってて、だから自分がどういう印象だとか、第一印象どうだったとかあんま聞いたことがないかな。誕生日が特別だと思わないんだ。クリスマスも中学から自分でプレゼント。わ、すごいな。なんか修行してるような風潮だね、風習というか。へえ、そういうところもあるんだね。やっぱ人それぞれというか家それぞれみたいな感じなんだ。はい、こんばんはいらっしゃい。僕の夏休み。あ、そう、僕の夏休みかなと思って検索のやつを見たら、僕の秘密の夏休みでした。ちょっと違うタイプの、秘密の夏休みでしたね。スチームに載ってたのは。なんか安売りしてて僕の夏休み、スチームで出てたっけと思って今見に行ったんだけど、僕の秘密の夏休みでした。配信でコラボわちゃわちゃするならバックショット、ロシアンルーレットかな。ロシアンルーレットは確かに、まあ一人しかできない時に一人で自分でやって、なんか、みたいな感じだったんだけど、確かにな、コラボできたらいいね。あれもやりたいなと思ってて、コラボができるんだったら、トランプをこう、チーターがさ、首を伸ばしてこう、トランプの奥を見てたみたいな画像が流れてた、動画が流れてた、トランプでやってるやつ。で、なんかトランプで負けたら撃たれるみたいな。あれもやりたいな。なんか、撃つ系は。僕の夏休みね、で、スチームでそもそも出てないよね。任天堂スイッチとかでしか出てなくない？僕夏って。やったことないから、まあ、いまいちわかんないんだけど。屋上物語ばっかやってたから、僕の夏休みあんまやってないんだけど。大変な家だな。動物のやつ、そうそう、動物のやつ。なんかアニマル4体で、なんか、ってやつ。あれもね、結構ちょっとちらっと人から誘われたりしたのはしたんだけど、まあ4人集めるのがちょっと、まだ、あれなんで。逆に聞いちゃう。聞くんだ。まあその第一印象とかもそうだけど、相手からの印象って聞いたところで、どうしようもないしな。って俺は思っちゃうんだけどね。そう、出てないよね、確か。俺もだから、出てないのになんで Steam であるんだろうって今びっくりしてみたら、全然違うゲームだった。秘密の夏休みだったわ。秘密の夏休みとか、ちょっと、言い方が。まあ、ゲーム内容もそうだったけど。俺がね、なんかこの作業配信でゲームを探してるときにゲーム欄を映せないのは理由があって、俺全部の制限を外してるから、Steam のこう、回してるときにね、全部出るのよ。R18 とかも何もかも全部出る。これ配信に映せないんだよね。そうそう、センシティブなやつがそのまま映っちゃう。なんか制限めんどくさくて。だから今とかだと安売りしてるセールのやつを全部見てるから、それの中にはどうしてもそういうのがあって映っちゃうんだよね。マジで危ない。だから買い物をしよっかってみんなで言ってもその映すことができない。その分だけ聞いたら、そうだよな、だよな。そう、ゲーム内容もだったわ。やっぱ秘密の夏休みだった。でもセール結構来てるんだよね。そういう系統のやつとか。めっちゃ多いよ。今めっちゃ多いセール。いやでもね、最近ちょっとハマってるのが、まあその Steam のゲームもありなんだけど、やっとその
キャプチャーボードとか接続したから、まあ古いゲームをね、やっていきたいんだよね、俺の中では。なんかみんなが知らない、知ってるかもしれないけど、すごい俺の中で衝撃的なゲームとかがやっぱあって、ジルオールとかみんな知ってる？ジルオール。そのゲームがね、俺の中でものすごい衝撃的なゲームで、なんか自分自身の選択とかが、時間が流れていくんだけど、自分自身の選択によっては、その人が生きてるとか、その人をやっぱ戦って殺しちゃうとか、ものすごい選択肢があって、自分のその選択とか行動によって、エンディングも25、6種類ぐらいあるのかな。もともとしかもそれプレイステーションだよ。そんな古い時にそんなすごいゲームが作られたんだなって衝撃的で、それがねプレステ2とかに、PSP に最後なったのかな。ジルオール、マジでジルオールはね、みんな調べてやりたかったらマジでやってほしい。そう、プレイステーション、初代プレイステーションから2になってインフィニットっていうのが出て、でそれが人気ありすぎて PSP になんかなって、で、3が出たんだよ。なんかトライみたいなやつが出て、それちょっとゲーム性が変わっちゃったんであれなんだけど、ジルオールインフィニットっていうのが俺の中でも神ゲーとして1個残ってて、ぜひね、これは俺のプレイを見るっていうよりは、本当はやってほしい。マジで。周回ゲームなんだけど、自分がレベルアップしていて、1周目だと全然自分自身強くないんで、ある程度の自分が望んだ未来を描けないんだけど、何周もやっていって自分が望む未来、勝ち取る未来を得られるんだよ。神様すら、凌駕できる、排除できる。神の選択なんてもう、そっちのけで、俺は神様よりも強くて、俺はこの人を生かしたいんだとか、俺は絶対この人を死なせたくないんだっていうプレイができるんだよ。言ってたみたいに、この人は絶対生かしたいと思ったら、その人とばっかり仲良くなって親密度を上げて、でクリアするとその人個人のエンディングに行けるとか、マジで面白いからぜひやってほしい。もちろん配信でも全然いいんだけど、これはやって自分のその中の推しキャラとか、その人たちのエピローグみたいな過去を知って誰を好きになるかで全然変わる。イケメンブームもできるし、女性男女で変えれるんだよ。主人公男女で変えれて、男性とのエンディングだったり、女性とのエンディングだったり、自分が男女で違う手も変わるんだよね、これ。相手と恋人になるかとか、親友になるかみたいな。男性でしかこの人は攻略できないとか、いろいろあるんで。マジでもう、本当に。ハーレム、難しい。ちょっと難しいな。ハーレムっていうか、大団円みたいな、全体をバーッと集めたエンディングは確かあるけど、やっぱ人って愛は一つだからさ、本当に最高のゲームだと思ってる。最高というか最高クラスのゲームだと俺は思ってるね、あれは。ぜひね、プレイしてみてもらえたらなと思いますね。もしもね、配信で俺が、1回目のプレイか、周回した後のデータかわかんないけど、そのプレイを、もししたとしたら、見てもらって、その楽しさをね、共有できたらいいかなと。なので、1周目はね、どうしてももどかしいんだよね。自分がこの人を死なせたくないと思っても、やられちゃうんだよね。全エンディング回収しましたね。全部しましたね。プレステの時にまずしたのと、プレステ2になって全エンディング人が増えたので回収して、で、PSP 版になってインフィニットプラスになってさらに人が増えたので、その全てを
俺は、回収しました。すべて。すべてしましたね。はい。ゲームによっては好きなキャラでも物語を進めるのに違うキャラの好感度上げしなきゃ。そう、それがない。逆に好感度上げなかったらその人は、死んだりとか敵として出てくるというか、自分の敵側なのよ。ルートがたくさんあって、至るルートが違うのよ。もうそもそも違う国に属したりとかするんで、すごくいいゲームだよ。本当に。自分の好みをそのまま出せるゲームだね。女性落としまくってそう。女性落とす、まあまあいいと思うよ。女性もね、結構、絵がね、好きか嫌いかによっても結構分かれるかも。結構あの絵って特徴的じゃない？多分調べた人見たら分かると思うけど。結構特徴的で、ジルオールって。あの絵が味があるなと思って見れる人って、めちゃくちゃあのゲーム好きだから、まあ、すごく、マジで時間が解けるゲームだと。全部したもちろん全部するよ。全部して、全部した後に俺は、あ、やっぱりこの人が俺の中ではいいなと思って、最後にそれをプレイして終わるって感じだよね。そうだね。よっぽど結構頑張ってないと、レベリングとか、で、時間の概念があるので、一応ストップとかはさせられる技があるけど、基本的に普通にやってたら、ストーリーや時代が進んでいって、レベリングが追いつかなかったりとかする時がやっぱあるので、自分次第で本当にいいんだよね。最高のゲームだよ。てかそういうゲームが今の現代でこう出来上がってほしいんだよな。似てるゲームとしてはロマンシングサガっていうゲームだったり、自分のね、こうクリアしていくクエストみたいなのを選べるのはロマンシングサガとかなんだけど、そこまでこう自分が生きる道選べる、その仲間になる方の選べるとか全部含めるとめったにないんだよね、そういうゲームって。それがちょっと俺がやりたいゲームではある。その新しくもし何か出たゲームとして。そう、分岐ルートがね多いのあまりないんだよね。だから最近で言うとスカイリムだったりオブリビオンだったり、ベゼスタのゲームは結構多いんだけど、選択肢結構ね、選択によって責任を伴うゲームっていうのが結構少なくて、ここを選んだからここを選んだからこそこの人は死んじゃったんだよとか、そういうゲームがやりたいんだよな。そう、すごい量だろうね。画質もそうだけど、画質良くてオープンワールドとかにして、そういうゲームにすると容量すごいと思う。選択肢でエンディング変わる。ゲーム一言言うのどうしたの？デトロイト。流行り紙か。流行り紙見たことないな。デトロイトはプレイする予定ではあるからプレイするんだけど、あれもまだ初見というか全く見たことがないので楽しみにはしてる。あとね、なんかバルダーズゲートっていうゲームがあって、そのゲームって自分の選択をした後にサイコロを振って、それで OK が出たらその選択肢が進むみたいな、テーブルトーク TRPG 風のゲームとかは俺やるんだけど、ソロだからさ、一人だからそういうゲームしかできないんだけど、ああいうのは面白いね。選択肢がたくさんあって、1万通りぐらいエンディングがあるみたいな、エンディングというかルートがあるみたいな感じじゃなかったかな、バルダーズゲートは。三国無双とかどうですか？三国無双は選択肢だっけ？選択があったっけ？あれなんか無双切り倒す感じじゃなかった？違った？最新のやつのことを言ってるのかな、この三国無双オリジンみたいな。あれなんか選択できるんだっけ確か。
俺の屍を越えてゆけとか面白そうとは思ってますけど、あれも古いね。俺の屍を越えていけ。まあでも神ゲーと言われているものではあるよね。まあ完全な周回ゲームだけどね。命をつなぎ止めていくゲームだよね、確か。選択肢だったり、なんか自分の行動を自由に選択できるゲームはすごく好きだからセンシティブダメだな。俺のチャンネルは健全ですから。だからね、配信規約が OK が出ればね、やりたいゲームっていっぱいあるんだよ。神ゲーと呼ばれる、ガンパレードオーケストラとかガンパレードマーチとかね、超神ゲーなんだけど、でも配信規約が OK 出ないからな。曖昧な規約だと怒られた時にちょっとあれだからやりにくいんだよね。ガンパレ系もやりたいし、本当に自分が選択できるゲームってめちゃくちゃやりたいんで、俺センシティブなの。全然露出とかもめちゃくちゃない、ド健全だけど、ちゃんと見えてる？俺の姿はド健全だけど大丈夫そう？なんかさ、このトラックをさ、運転するゲームってあるじゃん。こう、トラック運転して自分、なんか運送してお金稼いでトラックを、自分の買って運送業者として、やっていくみたいな。これって、これって、なんか面白いのかな？トラックでなんかお金を稼いで自分のトラック買って、トラック会社を設立するみたいな。エウロミューロトラックシミュレーター。あれって面白いのかな？ちなみにね、俺ドラテクって言われてもマジでゴミ。そう、指定がね、てか配信が OK だよって言ってるか言ってないかが結構いろいろ。マジでゴミテク。なんでゴミテクかっていうと、俺、車の免許持ってないんだよね。いや、持ってないんだよ、俺。車の免許持ってない。持つ必要がない場所で働いてるから、もう電車とか自転車の方が早いっていう世界で生きてるから、車は持ってないんだよね。免許を持ってないんだよ。車は持ってるんだよね。別の人の名義で。俺の名義じゃなくて。俺の名義じゃ買えないから、一応親の名義で買ってるんだけど、車を。なんかバイクとか乗りこなしてそうな。バイクは持ってる。バイクは持ってるよ。車の免許がないっていうだけで、バイクは持ってる。免許。でもね、俺ね、免許を持ってるんだけど、大型持ち上げるのしんどくて、大型は買ってない。バイク。チャリぐらい乗るだろう。言ってもチャリよりも歩きの方が多いけど、だいたい。車はね、高い。車は高いよ。俺だから、親のために一応、親名義で車買ったんだけど、親ももともと持ってたから、それギリギリまで使うっていうから、一応俺のところに置いてあるのがあるんだよね、車。全然なんか高いのとかじゃないよ。普通に K でね、K を買ったんだけど。どうせあれだよ、駐車場空いてたから全然いいんだけど。
ックスゲーム。K が K をね。はい。みんなそこ食いつくやん。K なら維持費も軽いしな。K。そうね。維持費安いよね。うん。ジャングルを越えて。すごいな。すごい予感がする。まあそんなつもりで言ったわけじゃなかったんだけどね。はい。コメントを読んだだけなのでね。俺は別にそんなこと。まあでもそんなことを言ってたらもう2時ですよ。大丈夫かなみんな。お仕事は。俺は今日もお仕事ですよ。まだ全然いてくれるなら俺は。ですけどね。あ、これ何？スカイバックルーム？バックルームだ。クソデカ釣り針だと思って食いついた。違う。俺はそんな思いない。なんか休みハートマークつけてるやついるな、マジで。いやー、ちょっとなー。休みか。もうそれを明らかにこう、ハートマークで伝えてくるところかな。ちょっともう評価ダウンだわ、俺の中では。夜勤で起きとかないとまずいか。起きとこう。ニートなんて時間は大丈夫。ニートな。ニートいいよな。俺もニートしてたい時があったよ。でもニートだとね、こうできないことがある時が、一番自分の中でこう、ぐっと悔やまれる時が最近あるから、ニートやりきれないんだよな。誰か俺を養ってくれないかな。養ってくれるならやめるんだけど、いろいろと。平日だね。そうだね。月曜日だね。普段土日も出てるから平日休みぐらい許せよ。切実な心の声が。もう上からのやつがいる。みんなお仕事頑張ってくれなっていう。上からのやつがいるわ。イケメンを変えるってこと勝ってくれ、マジで。マジでな。俺を勝ってくれ。いや、養ってほしいよな。まあ、仕事はすぐには辞めれないんですけどもね。養ってほしいと思うわ、実際。メンタルを癒すために療養中です。まあメンタル壊れたらな。これなんで微妙にランずれるんだこれ。まあメンタルはね、一回壊れたらもう療養しないと思う。治んないから、ゆっくり休まないと。養ってくんねえからって言い出すんですが、まあそりゃそうだよ。どうなんだろう。まあその人は知らないけど、結構責任感あるところで働いてると、まあ責任あるポジションで働いてると、すり減ってくんだよね、いろいろと。まあ確かにお金はね、いただけるので、まあこうやって活動をしてね、みんなにこう、例えばイラスト、お写真だったりとか、なんかこう配布物だったりとかね、いろいろプレゼントしたりできるのは、それがあるからなんだけど、すり減っていくことに関してはさ、一度すり減ったらさ、なんか自分の中で戻らない気がするんだよ。だから、
あまり無理をせずに、こう、ほどほどにね、やっていきたいな。それだとでも自分のやりたいことできないよね。いやー、じゃあ、誰かにお金欲しいな、みたいな発想になるのよ。自分をすり減らせずに、なんかやりたいことがやれるっていうのはやっぱお金出してもらわないと基本はできないよねっていう話だよね。明日6時起きだけど最後まで、まずいな。俺5時起きだから多分3時ぐらいにはやめるから、3時間ぐらい寝れるぞ。3時間ぐらい寝れるなら大丈夫だろ。俺も2時間寝ていく。お客様の中に石油王の方はいらっしゃいますか？石油王欲しいよな、本当に。もう石油王がでも石油渡してきたらそれはそれでちょっと厳しい。せめてお金に還元してからくださいねっていう話だよ。石油くれでも仕方ないからな。息してるだけで給料が欲しい人生ではある。そう。まさにそう。本当にそうだよな。息してるだけで本当に欲しい。週2、3回でいいので誰かご飯作ってほしいです。いやー、わかる。それわかるよ。今ね、俺も趣味がそもそも料理だったけど、今ちょっと仕事が忙しかったりとかで全然料理もできないし、結局のところなんか外食で済ませること多くなっちゃったから、あったかい手料理食いたいよな。マジで。作りに来てくれん誰か、俺に。俺のところに作りに来てくれてさ、これいけますみたいな。私これいけますみたいな。俺が初配信で言ってた好きな食べ物作れますみたいな。くれ。一緒に食べよう。一緒に食べて、もう一緒に。外食ばっかりだからな、最近。嫌われるようなこともしなきゃいけないし、いい人じゃ上に立てない。ああ、そうだね。まあ正直言えば、俺めちゃくちゃ嫌われる立場だからな。中で、強く言わないといけない立場にいるから、俺めっちゃ嫌われてるよ、周りから。まあ、でも仕方ないよね。そういう役割も必要だというのも分かるのは分かるから。うん、仕方ない。それは仕方ないと俺は思ってる。でもね、そういうのが嫌な人はね、そこから逃げたっていい。何も悪くない。逃げることは全然悪くない。俺は逃げることが悪いとは思わない。まあ単純に俺はそういう人も必要だよねって理解してるから逃げないだけで。逃げずにやって心すり減る方がマジでしんどいからな。人に指導とか起こる。あと、説明する。何がダメなのかを説明することっていうのは一番難しい。うん。家事なら喜んでする。働きたくない。でもそういう人ってさ、なんか需要あると思うよ。家事は全くしないけど、お金はちゃんと稼いでくれるよ、くるよみたいな男性って多いと思うんだよね。この世界。本当に。まあ半々しようねとかっていう人よりも多分、いや、家事はじゃあ全部任せるよみたいな。その代わり俺、働いてきて帰ってきて、まあお金ちゃんと入れるからみたいな人の方が多いんじゃないかな。考え方どうなんだろう。あんま分かってないけど。いつも飯テロ食らってうぐついてます。いや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 。俺の飯テロ配信はいただき物だから。俺が作ってるわけじゃないから。だいたい配信はね。写真で貼ってるのはね、あれはまあ、外食だね。まあ、あとピザとかは、最近、ちょっと Uber Eats で頑張ってもらってる。持ってきてもらってる。疲れるね。怒るの疲れるし、まあ、正直言えば笑ってというか、自分の好きなことをやってたよね。ゲーム配信だったらゲームとか、趣味だったら趣味をやってたい人生ではある。あれ大事でしょ。あの流れ、俺キープし続けるから。キープし続けるわ、はって。
あとね、できればなんだけど、サブアカの方を、X のサブアカの方をフォローしておいてくれたらね、まあ結構フォローしたら必ずフォローバーしてるんだけど、見やすいのよ。本アカではあまり、なんていうの、タグしか見てなくて、自分の名前とかで俺そもそも見なくて、で、活動者しかほとんど見ないんだよね。本アカの方って。で、サブアカの方は逆に活動者をほとんど見なくて、まあ、活動者がフォローしてないから、だから逆にあっちはね、みんなのタイムラインが結構流れてくるんで、目についたものはね、見たりしてるんだけど、そう。職場でバレた場合どうしようか考えてるんですか？あ、うちはあの、申請しないと配信作業できないので、一番上の方は知ってますね。うん、世知辛い世の中でね、俺が、会社での時間を少し減らしてでも帰らないといけないことって出てくるから、配信では。一番上の方は、知ってる感じかな。だから、逆に何の問題もないというか、まあおじいちゃんなんだけど、一番上の方はもうかなり年齢がいってるおじいさんなんだけど、まあ、会長さんなんだけど、その方は知ってるので、で別になんだろう、見バレすることって多分、見バレすることってまずないんだよ。その辺は全くないように一応してるというか、別に有名人でもないしさ、俺。例えば1万人、5万人とか別にいるわけでもないし、1万人、5万人いたところで、俺が背面系が背面系であることが、まあ、なんか、特定されるってことはほぼないかな、俺は。うん、ない。その代わりね、ちょっと迷惑をかけることもあると思うので、まあその一番上の方だけにはすいませんと、自分の趣味とは、まあ活動しててっていう話をしてるので大丈夫です、俺は。だから落書き目についたのが、そう、いや普通に落書きのね、時に、普通にタイムラインに流れてきて、青春の時の前に、なんか書いてくれてるなと思って、とりあえず反応した。タグがない時に反応してる時とかっていうのは、大体そのサブアカで目についてる時だから、まあ、全部は全部ね、見れないからあれだけど。大事だよ。何かを秘密にしてまでって感じじゃないかな、俺の中では。まあその代わりね、言ってたみたいに専業とかは難しいかな。俺は結構責任感ある場所なので、俺のなんていうの、後継者みたいなのを育てない限りは会社なんてもうそもそも辞めれないので、まあ、辞めようとも思わないしね。責任感が一応あるので。どうですか、あ俺の元で働いて俺の後継者になるの。俺の後継者にならないかって。遠慮されるやん、マジで。まあね、厳しいことも言わないといけないからな。
まあまあまあ、そういうね、そういう話もあるよということですよ。まあ俺はね、みんなに心配されるようなね、ことはないので、まあこれからもね、気軽に配信に来たい時に来て楽しんでいただければいいかなと思いますね。まあ雑談はね、そんなに雑談することってあんまりないので、みんながこう来て喋ってくれたら雑談配信するかなぐらい、大体そんなものですね。はい。怖いわ。満面の笑みでそれされたら、削断されたら。睡眠はね、そうだね。睡眠はちょっと取らないといけないなとは思ってる。まあね、ゆっくりできる日もあるにはあるからな。ゆっくりできたから3回配信とかしたんだ。前日はね、ちょっと寝てて。年を重ねるごとにきっと、その無理もできなくなるんだろうなと思いながら、今はまだね、みんなで話せれたらいいかな。今はね、多分ショートスリーパーかな。そんなに長くなくても大丈夫。あとね、ちょっと、このコメントがね、コメント欄は見てるんだけど、今。ゲーム配信の時のね、コメントの配置がバカ難しくて、もしかしたらゲーム配信の時のこのコメントの表示みたいなのは、もしかしたら消すかも。これから。いろいろなところでちょっと場所を確かめてるんだけど、ゲームの色合いによって、この白い文字とかが消えたり見にくかったりも意味ないかなと思うこともあって。で、俺の配信ってライブ配信のコメントを見返せるようにしてるので、ここにコメントがなくても大丈夫かなって。雑談をね、こうやって出すんだけど、ゲーム配信めっちゃ難しいんだよ。フル画面とかにしたりとか、少し画面を小さくしてコメントどっか入れようかなとかいろいろ考えてたんだけど、バカ難しい。そう、昨日の配信で一番思ったのが、その白系統のゲームとかしてるときに全然白文字が見えなくて場所移動したりとか。だからちょっとね、ゲームの時はもしかしたらコメント欄を消してまた試してみるか。ゲーム配信用のね、画面とかは今のところまだ作ってないので、ちゃんと今ね、こうやって横で見ててね、コメントが誰してくれてるよとか、名前も全部出てて、いろいろ見れるので、ちょっとね、別のシステムを、ワンコメっていうやつを使ってたんだけど、別のシステムに切り替えたんでね、誰がどうコメントしてくれてるのかとかは、ちゃんと見えていいかなと思ってる。ほな寝るか。ちょっと睡眠もいろいろ今心配されたし。今ちょうど来てくれたから寝ないでちょっと喋るわ、じゃあ。こんばんはいらっしゃい。今ちょうど来てくれたからまだ喋るわ。大丈夫だよ。ちょうどのタイミングだった。今びっくりしちゃった。今びっくりした。ちょうどのタイミングだったね。こんばんはいらっしゃい。そんなことあるぐらいの今。いや、来てくれてありがとうね。はい。あれだよね、確かいやいや、全然ごめんなさいじゃないよ。来てくれてありがとう。あるあるだよね、これ。初コメです。こんばんはいらっしゃい。よかったらゆっくりしていってください。マジであるある。かなりこう来てくれてみたいな、続いていくのあるあるで。お疲れ様。おやすみなさい。寝かせねえよ。初見さんが、30分の間に1人初見さんが来たら眠れませんみたいなのとか、企画でやったら面白そうだけどね。すぐ寝れるか一生寝れないかどっちかだろうな。
一生寝れないとか、まあ、確かに面白いけど、まあ12時間しかできないからね、YouTube は。まあそこで寝れるんだけど。ツイッチとかだったら地獄だろうな、その企画。30分に1回ツイッチで初見さん来たら寝れませんみたいな。もう一人ずつしかもずらして来られるんでしょ。ちょっと待機しといてねっつって30分に1回初見さんが別で来るみたいな。待機させといて。えげつなすぎる。マジで。パソコンとか3日間つきっぱなしとか、やばいよな。それはそれで面白いんだろうけど。終わる寸前でしたか？申し訳ないです。いや、全然、ちょっと、あれだよ。睡眠時間短いよねって言われたから、じゃあ閉めようかって言ってたぐらいで、全然問題ないので、よかったらゆっくりしていってください。俺もね、来てくれて、まあ、初見さん今来てくれて、初コメくれて、みたいな、嬉しいからね。はい。アイコン、名前ああれか。ちょっと待ってね。原神が好きな子かな。原神が好きで、いろいろと。多分サブアカの方も繋がってたんじゃないかな。フォローしてるよね。フォロー返してると思う。多分、合ってるはず。なんだっけ、ゆうとさんの方か。ゆうとさんの方は多分合ってるはず。配信者好きな友達に宣伝しまくりますか？ぜひお願いします。その企画の時だけじゃなくてね、その企画の時じゃなくて、普通に宣伝してね、俺みたいな、こういう、ちょっと静かなおとなしい配信者がいるんだけど、みたいな。いや、全員じゃないよ。全員じゃなくて、いろいろ。多分、俺のフレンドのことも確か、フォローしてる方だったので、まあ、単純に目についてるだけっていうだけかな。すべてを俺覚えられないから、その記憶力ないからね。あれなんだけど、目についたからっていう感じかな。だから、まあ、正直言うとやっぱりリプくれたりとかいいねくれたりとか、あとサブアカで、絡んでくれてる人っていうのは結構俺そのページを見に行くので、その人自体をなんかその人が例えばなんか食べてたりとかなんかやってたりとか、いろいろこう行くのよ。行って、まあ、確認して。でも俺って距離がそんなに近い人間じゃないので、まあ、たまにいいねしたり見に行くだけで終わったりとかするんだけど、まあね、結構反応が多い人に関しては、見に行ったりとか、まあ、鍵垢でもね、フォロー返してくれてる人にちょっと見てたりとかするので、まあ、そこのところはね、なんか、いや、嫌だったらまあ言ってね、逆に。見られたくないかもとか、あんまりとかだったら、フォローするか否か迷ってたんだ。まあ、でも迷ってる人ってフォローしても、こうやって配信に見に来たり応援してくれたりしないかもしれないから、まあそれは仕方ない。それは仕方ない。深夜に俺の声は落ち着きますね。ありがとう。あんまりね、ちょっと、なんか、ワイワイガヤガヤするタイプではないけど、よかったら、まあ、ゆっくりしていってもらえたら。やっぱ夜はね、静かにこうやってまあ作業したりとか、まあ、雑談したりとかの時間ですから。いいなとは思う。でもね、なんか、まあみんなが頑張ってくれてるっていうのもあるけどね、割とチャンネル登録してくれる人が、まあ、どこから来たんだろうっていう感じなんだけど、チラチラ登録してくれたりしてて、なんか人数増えていってるんだよね。YouTube の方のチャンネル登録して。まあ、X の方は、なんかある程度もう浮き沈みみたいなのが終わったみたいな感じなんだけど、YouTube の方はなんか、なんだろ
こう、どの動画から来てくれたのか、どの配信から来てくれたんだろうっていう感じで、配信してない時にちょっとずつ増えたりするんだよ。だからアーカイブ見てくれてるのは見てくれてるんだろうけど、じゃあどこのアーカイブ見てくれたんだろうなーって。まあありがたいんだけどね。なんかちょっと不思議だなって。別に X のフォロー増えてるわけじゃないから、じゃあ X から飛んできてるわけでもないよなとか思いながら見てはいるんだけど。遠慮する意味もわからないけど。リプとかの遠慮のみんな、なんか遠慮しがちとか、よくわかんないけど。する意味ないよね。遠慮って。ハイメ系を好きな人は、このハイメ系を好きな人は、遠慮する必要はないかな。暴れたくなってうずうずしちゃう。やばいやん。やばい系統やん。深夜に暴れたくなるって。恐縮なんだ。あ、してるね。してるしてる。イケメンから反応来ると喜んじゃうから控えめにしてる。まあな、あなたの X の方に飛んだら結構荒ぶってるもんな。いやでもね、全然遠慮する必要ないよ。いやー、全員なんか遠慮せずに来てほしい。本当はね。ただまあみんなもそもそも忙しいから反応もあまりしづらいだろうしっていうのもあるんだけど。欲望に素直なのはいいことだと言ってくれた。素直だね。本当に。いやでも俺も素直だからな、欲望には。だから養ってほしいし、石油を欲しいしって言ってるしな、今。まあとか言いつつ、普通にやめれないんで意味がないんですけどね、言っても。まあ、仕事は仕事でこなしつつ、きちんとね、自分がやりたい目標に向かって自分のね、活動でやれないと意味がないので、人にもらったお金ではね、やっぱり目標は達成してはいけないと思ってる。だから例えば食べ物だったりとか、それはいいと思うんだよ。こう自分の糧にして、逆に例えばこれからね、収益化して収益化のお金だったりファンボックスのお金とかっていうのは基本的にはみんなに還元するお金だと思ってるから、まあ、イラストお写真だったりとか、もう本当に壁紙だったりとかの配布に使おうと思ってて、まあ、その辺はね全部、まあ、ファンボックスとかに、まあそのファンボックスのねお返しとかに使おうと思ってるので、私もこの前やっと初コミできたり。いやー、なんか遠慮しなくていいんだけどな、別に。なんかゲームの時とかでもね、どんどん、まあ、ゲームの時はあまりコメント拾わないんで、なんか、空コメントみたいに自分たちで思ってるかもしんないけど、俺全部見てるからね、コメントは。なんか盛り上げてくれてるわとか、ゲームに対して、俺のプレイに対して、いろいろこう思って言ってくれてるなとかってめちゃくちゃ思ってるけど、ありがたいと思ってるんだよな、実際。てか、多分みんな思ってると思うよ。そのコメントを拾う人も拾わない人も。俺って結構コメントたまに拾う。でもコラボとかゲーム配信ではあんま拾わない。けど、めちゃくちゃ全部見てるから、まあ、その辺はね、どんどんしていってくれたらいいかな。これからも飯テロ写真にくれって言い続けるさ、OK。ずっとはって言い続ければいいね。はって言い続ける。コラボの時は2層してるくらい。2窓してんのはね、偉い。やっぱコラボの時って、俺相手にもやっぱり、なんか、コラボしてよかったなって思ってもらいたいから、
俺はゲームで相手を楽しんでほしいし、なんかそれでなんか著しく変な感じになると嫌だからさ。そう、コメントしててコメントが並んでるとね、もうなんか、コメントしていいんだみたいな、これバンバンコメントしていいんだねみたいな流れになる。せめてもっと反応のバリエーション欲しいんですが、かっこ2回目ってやったじゃん。次3回目でしょ？次4回目って増えていくんだよね、多分。それでいいと思うんだよね。なんかどんどんコメントしてもらって、なんか伝えたいのは100% 見てるっていうのだけ。システムを導入してて、俺ずっとこうやって、配信見たらわかると思うけど、俺横見てると思うんだけど、デュアルモニターで俺横見てるから、それを見てるっていうのは、まあ、思っておいてほしいかな。その一つ一つのコメントがマジで、配信を盛り上げてて、配信がそのコメントによって、YouTube がそのコメントで、取り上げてて、これおすすめしますよって流れていくんだから、その一つ一つのコメントがマジで、いろんな力を持ってると思ってもらった方がいい。I love boys ありがとう。昨日はなんかI love 東京ボーイだったね。こんばんはいらっしゃい。Welcome。なので、バンバン。俺の配信は国際的にもなってきてるのでね。X とかでも、中国の方だったり、韓国の方だったり、台湾の方だったりと、応援してくださってたりとか、海外のね、英語の方だったりとか。あとはね、ちょっとまだ配信は遠いんだけど、今グローバルの兼ね合いで、韓国の VTuber さんとかと少し交流を持たせていただいてて、そういう方ともね、後々、治安の悪いコラボ、治安の悪いっていう言い方あれだけど、目指して今、ちょっと、でもちょっとね、やっぱり難しいというか、コミュニケーションが難しいので、少しずつね、時間をかけてコミュニケーションを取りつつ、コラボに向けて、治安の悪いコラボに向けて、頑張っていってるんだけどね。そういうところはね、やっぱり、大変で見せるようなことじゃないので、コラボの時はね、なんかコラボって結構用意とか、あと下準備みたいなのが多いんだよ。配信者さんから。ポーンと簡単にやってるコラボもあれば、時間をかけてやり取りをしてる時とかがあって、だからこそコラボっていうのは、楽しんでほしいというか、逆に言えば、めちゃくちゃ楽しんでほしい部類の配信ではあると思ってもらいたいなというのが俺の中の印象かな。もちろんこうやって雑談配信するっていうのも、俺なんか何の用意もしてなくて、こうやってみんなが来てくれてて話してるから話せてるみたいなとこあるけど、ゲーム配信とかはね、結構用意したり、コラボも用意したりとかあるので、ぜひね、皆さんには楽しんでもらいたいなと思ってます。同時接続とかってよく同接とかあるんだけど、やっぱりね、チャンネル登録者さんもこれは大事だと思うんだけど、チャンネル登録者さんも必要だと思うんだけど、でも例えば1000人2000人いて見に来てくれる人が例えば5人とかだったらどうかなって、興味は持ってくれてないんじゃないかなって、なんか心がちょっとうってなるよね。興味持ってくれて登録してくれてないのかなみたいな感じになっちゃうから、俺は登録者さんよりも普段見に来てくれる人がどれだけ少しずつ増えていくのかなみたいな感じを目指してて、やっぱ TikTok ボーイだっけ？俺 TikTok の方でTikTok の方で見つけてくれたってこと？TikTok ボーイか。東京ボーイじゃなくて。
あ、TikTok ボーイなんだ。ああ、そうか。更新できてない動画の方ね。はいはいはい。ありがとう。Thank you。そういうことなので、まあよかったらね、今後も、まあ一緒に、まあ言い方あれだけど、一緒に歩んでいけたらいいかなと思ってます。目標に向かってね、俺はまあ100%その目標があるので、その目標に向かってみんなで歩いていけたらいいかなと思ってるから、よかったら、まあついてきてほしいかなと。よくね、見かけるのが、応援してたけど、パッといなくなる人が、とかって、よくタイムラインとかに流れてこないX とかの。それは全然自由だと思うんだよ、俺。自由だと思ってて、なんか応援って強制されてやるものじゃないから。だからね、俺もできるだけついてきてほしいなと思うし、ついてきたいみたいな感じで、ついてきて、ついていくかとか、まあ見てやるかぐらいに思ってもらえるようなね、指導者でありたいなと。まあね、俺を採用しにしてくれてる人もたくさんいるとは思うので、そのまま押しててください。俺はね、その分活動や、例えばいろいろな還元ができるように、戻せるように、やっていってますね。やっていきますというか、もうすでにやっていっていろいろ動いてますので。はい、ちなみに、6月は、まあちょっと言ってたみたいに海外に行ったりとかすることがあると思うので、なんか、ほぼ連絡がつかない時があるかも。夜しか触れない時とかがある。まあ PC はもう全く触れないので、まあその辺はね、もう、どっか旅立ってんだなと思っといてくれたらいいかな。うん、旅立ってると思ってくれたり。魅力ですが、おやすみさん、ありがとう。よかったらね、ぜひ、応援してもらえると嬉しいです。言ってたみたいにね、その金銭とか関係なく一つのコメントがね、YouTube って結構、コメント雰囲気いいな、コメント賑わってるなとかで、なんか YouTube にね、おすすめしたりするらしいので、こういうなんだろう、ライブでのコメントとかね、動画とかの後のコメントとかで、ぜひ、してくれたら嬉しいかなと。あと、一応、これから押していきますね。ありがとう。一応なんだけど、まあ、もう先行で、公開してる情報なので、ここでね、一応、後発的に公開していきますが、6月の、5月末か6月の上旬あたりに、ものすごく短いショートの動画が出ると思います。ショート動画にするか、横型のショート動画にするかはちょっと決めかねてるんですが、イラストをね、それはもうイラストをお願いした、動画になります。これが、かなり短めの歌ってみた動画になるんですが、すごく1分以内のね、40秒とか50秒くらいの動画になるんですが、初めてのね、動画で、しかもね、多分、内容的にはね、そんなにすごいものではないので、魔法をかけていただいたね、ミックスさんとかもいるんですけど、それでもやっぱ俺自身がね、まだ歌い手ではないので、上手くなくて。で、活動中に少しずつ歌が、上手くなっていく VTuber だと思ってもらえたらいいかなと。練習はしてるので、どんどんね、例えば今弾いたものが1年後、2年後に、どれだけ変わってるのかとか、
少しずつ歌上手くなってきたなとかって思ってもらえるような、歌い手 VTuber ではない歌ってみた動画だと思ってください。最初はマジで下手くそだと思ってもらっていい。俺はマジでそんな歌は上手くなくて、声がすごく低いので、そもそもそういう自分のキーでしか歌えないので。そうです。成長を見守れる VTuber ですね。俺が成長していくのを見る VTuber です。ゲームはね、そこまで成長することは、もうないので、歌はね、そこそこ練習していってるし、配信自体を成長していくような、会話とかのね、こういううまさとかも成長していければだと思っている VTuber なんで、よかったらね、お願いします。で、成長、それぐらいかな。他はちょっとあまり伝えるべきものではないので、そのショートがね、一応、どこかで。で、横型のショートだったら、ショート動画にならないので、普通の動画になるんでね、再生、めちゃくちゃされるっていうことはなくて、ショートだと、フィードに乗ったら、ショート動画として再生回数が増えるんですけど、これはちょっとな俺の中では、どうかなって悩んでて、とりあえず横型で出してから、みんなの評価を聞いてね、ショートでボロクソ言われないのかどうかっていうのだけ確認してからにしようかなと思ってる。多分ね、思ったよりみんなが思ってるより、低音低いんでね、音痴っていうレベルかどうかは別として、音程はね、少し、合ってないところがあるかもしれないけど、低いんだよね、声が。低音ボイス。低音ね、ありがとう、いいけどね。はい。マシュマロでこういうの歌ってほしいとか送ってもいいのですか？いいけどね、そもそもみんなが好きな曲を俺が知ってるかどうかわかんないから。俺はなんかイニシエのボカロの中でも失恋歌ばっかり聴いてきたりとかが多かったかな。あとは普通にボカロじゃないちゃんとした曲とかを多分歌ってみたとかにしていく予定ではあるので、今回はね、ちょっと気になった曲があったので、多分ツイートしたから、ツイート見てる人は多分わかるかな、俺の出す曲ね。多分ね。言っちゃダメだけどね。はい。多分。と思います。動画で出して切り抜きっていうのも、わかるんだけど、今回のはね、フルコーラスでの歌見たじゃなくて、もともとショート用に撮った40秒程度の歌見たなので、どっちにしろショートなんだよ。短さはショートって感じだから、お試しって感じだね。はい。じゃあ、今日はね、こういう告知もできたので、寝ようかなと。もう3時だしね。5時起きって言ってた、5時起きはさすがに寝ないとダメだから。6時起きか。6時起きって言ってたね。5時起きは俺だ。6時起きって言ってたからもう寝ないといけないからね。ゆっくり寝てもらって。はい。酒飲み終わった。休みに深夜に酒飲めるの最高だよね。寝ませんって、頑張れ。なんだ。夜勤頑張れ。はい。いえいえ、こちらこそ来ていただいてありがとう。またね、よかったら、深夜は雑談がメインなのかな。ゲームもやってることあるけど、大体はゲームは9時ぐらいとか、10時ぐらいにやってるので。ずっと潜ってたの？もやしさん。潜っててくれたんだ。全然コメントしてくれてもよかったけど。じゃあ、お疲れ様でした。おやすみなさい。